通勤通学中の皆様、おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、フォートナイトからの話題になります。先日ですね、あのゲームのフォートナイトに実装されました。こちらもね、大変人気のドラマです。ピースメーカーのエモートというのがあったんですね。これがですね、なんと、突然無効化されてしまったというんです。で、どうやらですね、この理由が、現在配信中となっております。ピースメーカーシーズン2の最新話が原因なのではないかと言われているんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは皆さんこちらご存知ですか？大人気ゲームのフォートナイトってありますよね。これがですね、ピースメーカーのエモートというのをリリースしたんですね。なんですが、このピースメーカーシーズン2が現在配信中となっているんですが、この最新話が放送されたところ、このエモート、やばいんじゃないかということになったようで、なんとですね、無効化されました。つまりバンですね。で、これがですね、思いのほかやばくって、非常にね、ピースメーカーっぽい理由ではあるんですが、ちょっと本日何が起きたのか、詳しく見ていきますね。で、その前にですね、現在ですね、こちらトム・クルーズがね、以前から噂されておりました、アナ・デ・アルマスと結婚したぞというニュースで、ネットがね、大変湧いている状態なんですが、こちらもそうですね、トム・クルーズ63歳、結婚へ。お相手は女優アナ・デ・アルマス37歳。弁護士が鉄壁の婚前契約作成準備に入った。海外メディア報道というですね、こういった記事が出てるんですね。で、この記事は、こちら、日刊スポーツです。で、ここが引用しているのがですね、こちらになりますが、海外のね、ゴシップサイトなんですよ。で、この二人の噂というのはずーっとありまして、ずーっと結婚すると言われています。で、ちなみに今回の報道というのは、大手の海外メディア、どこも報じてません。このゴシップサイトがですね、ここね、エクスクルーシブとありますが、つまり独占情報として報じているというだけですので、一応ね、この二人ずっと噂されているんで、いつか結婚ということになるかもしれませんが、それだけの情報なんでね、なんですが、こちらね、どうせ離婚する。びっくり。すげえ。マジびっくりした。あらーという感じで、もうどうやらですね、日本では結婚しますということで、ちょっとね、この下読みませんが、サイエントロジー関連でね、トム・クルーズがボロクソ言われているような状態です。なんですが、ソースはですね、こちらのサイトですから、ね、皆さん、そういうことですよ。すごいですよね。海外大手ではどこも報じていないのに、もう日本ではすでにね、この二人結婚したということになっているようです。フォートナイトのピースメーカーエモートが削除。なぜピースフルヒップスダンスはバンされたのか。ということで早速ですが、こちらですね。ヒップスとあります。こちらが本日のキーワードになります。hip 足の上、ウエストの下にある体の2つの部分のうちの1つ。ということでこちらね、ヒップというのは皆さん、そんなのね、ぷくた分かってるよと思っていませんか？これね、日本人の多くの方がお尻と訳すんじゃないかなと思いますが、このね、ヒップというのは腰のことなんですね。腰回り全般を指す言葉というように思ってください。ですので、くびれの部分あるでしょ。あれをウエストと言いますよね。そしてお尻のことをバッというように言いまして、ちょうどね、その間にある部分を指すのがヒップというワードなんですね。ですので、ここのね、英語の説明というのが非常によくできていて、英語はね、英英辞典で勉強するべきだとよく言われますが、体の2つの部分のうちの1つとあります。これ何を言っているかというと、いわゆる腰っていうのは左右に1つずつあるでしょう。日本では両方を指して腰と言いますが、腰骨の部分ですね。英語ではこれをね、2つとして数えておりまして、これ両方を指しているために、こちら、ヒップが複数形になっているというわけです。で、これを踏まえてね、ちょっと見ていきましょう。フォートナイトのピースメーカーエモートが削除。なぜピースフルヒップスダンスはバンされたのか。つまり今回バンされたエモートの名前がピースフルヒップスという名前だったんですね。そしてこれは何を意味するかと言いますと、平和なお尻じゃないですよ。平和な腰つきと、このように訳すわけですね。で、今回ですね、この名前が非常に皮肉なことになるので、ちょっと覚えておいてくださいね。フォートナイトのピースメーカーエモートは、明確な説明もないまま、エピックゲームスのゲームからひっそりと削除された。しかし実際には、これが削除されたのは、ジェームズ・ガン監督の HBO ドラマが原因だった。ということで、ちょっとね、ここまで一旦整理しますね。まずね、そもそもピースメーカーというのが何なのか。それがね、こちらになりまして、プロレスラーのね、ジョン・シナっているでしょう。このピースメーカーというヒーローを主役に据えたドラマです。で、もともとね、このジョン・シナのピースメーカーというのは、リブート版のね、スーサイドスクワットに登場しました。つまりそこから単独ドラマ化したわけですね。で、監督は、スーパーマンのね、ジェームズ・ガンです。
こちらね、このような感じで、オールクリティクス 94%、トップが 95%、オールオーディエンス 84% ということで、非常にね、評価の高いドラマなんですね。ちょっと正直ね、ブクタはあまりハマらなかったんですが、日本だと UNEXT で見ることができます。興味あったらね、ぜひご覧になってみてください。で、現在ですね、シーズン2が配信中となっておりまして、一応ね、世界としては、先日公開されました、スーパーマン5の設定ですね。で、これがね、もう明らかに無理やり繋げてるような感じになっていて、すごいですよ。シーズン2の最初に、シーズン1のあらすじとしてね、振り返りが入るんですよ。そこにですよ、シーズン1に登場していなかった、ホークガールとガイガードナーが出演していたという捏造が行われます。これすごくないですか？二人が出演していましたという改ざんが行われるんですね。出ていないのにあらすじに登場するというね。そのような形で無理やりシーズン2をスーパーマンの後の話にしていると。そんなドラマです。ですのでこのシーズン2にはホークガールとかね、ガイガードナー、レックス・ルーサーなんかも登場します。その後ですね。で、このピースメーカーの特徴としましては、これシーズン1、シーズン2、共通です。オープニングにね、このキャストたちのダンスというのが披露されます。これ毎回やるんですね。これがオープニングになっているわけです。で、シーズン2ではそのダンスが刷新されておりまして、フォートナイトが今回、このダンスというのをエモートにしました。エモートというのは、その登場キャラクターが感情を表現する。それはダンスをしたり、動きをしたり、これをエモートと言うんですが、こういうのをね、ゲーム内アイテムとして販売するんですね。そして今回 DC コラボとして、ピースメーカーのシーズン2のオープニングのダンスをエモートとして販売しました。それがね、こちらになるんですが、ピースメーカーの新しいオープニングダンスがフォートナイトのエモートとして追加されると。すると、このフォートナイト、このピースメーカーのシーズン2最新話が配信された後、このエモートを無効化します。このコラボエモートにおけるパートナーの創作意図確認中のため、フォートナイトのピースフルヒップスエモートを無効化しています。復活しない見込みの場合は、今後数日以内に返金を行う予定です。申し訳ありませんと。で、現在ですね、フォートナイト側は、これに関してね、この声明しか出していません。ですので、原因というのははっきりわからないんですが、もうこれ明らかなんですね。ということで、これを踏まえまして、フォーブスに移りますね。で、これ以降はですね、ピースメーカーシーズン2のドラマのネタバレになってしまいます。もしですね、何も知らずにこれから見ようと思っている方、ここで一旦ご視聴やめてね、見てから戻ってきてください。ただ、これからね、ちょっと見るかもな程度の熱量の方だったら、正直ね、このピースメーカーというのは、ストーリーはね、合ってないようなものなんですね。これね、完全なコメディです。ですので、登場キャラクターのね、会話だとか、このバカっぽさを楽しむようなドラマなんで、正直ね、これを知ったから何なのというものなんじゃないかなと思います。これ僕全部見てるんでね。なので、ネタバレと言いましても、このドラマの位置づけとしてはね、その程度のものだと思ってください。いきますよ。ここからドラマのネタバレになりますからね。本日、フォートナイトは DC のピースメーカーとのコラボの一部である、ピースフルヒップスエモートを無効化した。ピースメーカーシーズン2は現在放送中だ。このドラマはおバカなダンスのオープニングで知られており、このエモートは今シーズンの冒頭数秒間の動きを再現したものとなっていた。しかしこのダンスの動きがナチズムや鍵十字をほのめかしているのではないかという説が浮上している。今週放送されたピースメーカー第6話で、ピースメーカーが偶然足を踏み入れた別次元のアメリカは、実は第二次世界大戦でナチスに敗れた白人専用のアメリカであることが明らかになった。そしてそのクライマックスとしてアメリカ国旗の星が、ここですね、鍵十字に置き換えられていたことが示されていたのだ。ということでですね、こちらがね、まさに第6話になるんですが、このシーズン2の話というのは、このピースメーカーがね、いわゆる MCU でいうところのマルチバースですよ。別次元に行ける装置というのを持っておりまして、吸ったもんだがありまして、その別次元の自分というのを露してしまうんですね。なんですが、その別次元に行ってみますと、自分はね、ヒーローのように祭り上げられていて、思いを馳せている女性と恋仲になってるんですね。つまり自分にとっては理想郷なんですよ。なんですが、そのエピソードの最後で、その世界というのが、これですね、ナチスが勝利したという世界だったわけですよ。そしてアメリカを支配していると、これが第6話で明らかになるんですね。するとここで、これまでね、第2話の冒頭で披露していたピースメーカーのダンスというのが、この鍵十字を示していたということが明らかになるわけですね。明らかといってもこれね、公式が言ってるわけじゃないんですが、もうこれはね、間違いないだろうと見られてしまっているんですね。わかります？この部分です。これね。で、おそらくね、このフォートナイト側は、この第6話の展開、知らなかったんですね。つまり意図せずですよ、子供たちがバンバンこの鍵十字を繰り出せるという状況を作ってしまっていたと。そしてやばいということで、こちらですよ、現在ね、このパートナーの
創作意図、これが一体何を意味しているのかというのを調査するため、無効化しますと、そして払い戻ししますねと発表したというわけです。ファンの中には驚くことにこの動きがナチスの軍服を着たドナルド・ダックが行ったものとよく似ていると指摘する者もいる。そのドナルドの映像は実際に反ナチスをテーマにした第二次世界大戦中の短編アニメで、しかもアカデミー賞にノミネートされた有名な作品なのだ。ジェームス・ガンはこの展開について非常に秘密主義を貫いていた。彼はこの部分をごく親しい友人にしか見せなかったと語っている。ということで、パートナーのね、フォートナイトにもおそらく知らせていなかったということなんでしょうね。と、ここまで見ますとですよ、本日のね、キーワードになっていました。こちらのね、ピースフルヒップス。いかにヤバいネーミングかわかるでしょう。フォートナイトは、このナチスダンスを平和な腰つきとして売ってしまっていたと。こういうわけだったんですね。こちらディスカッシングフィルム、これを伝えています。そのダンスは本当にその記号を意図していたんでしょうか、それとも単なる偶然？どちらにしてもあのダンスは大好きです。これは意図したものでしょう。このダンスの動きをエモートに選んだのは正直かなり衝撃的です。いやもうほんとね、フォートナイトにしてみたら災難以外の何者でもないと思いますが、これが意図されたものだったらね、シーズン1のダンスに置き換えてください。信じられない。エピックにこれをエモートにしないようにって誰一人伝えなかったなんて本当にありえない。はい、ということで本日はですね、フォートナイトのピースメーカーコラボダンスエモートがナチスを表現しているのではないかということで無効化されてしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、現在ですね、これについてはフォートナイトでもね、同じような動きしているエモート結構あるよというような指摘もありまして、その他にもですね、ピースメーカーがダメなのになんでこっちが OK なのと、そんなことを言われるエモートが続々と指摘されているというような状況になっています。これを機にね、ピースメーカー見てみようかなという方いらっしゃるかもしれません。非常にね、一般的には評価が高い作品なので、ご覧になってみてもいいかもしれませんね。で、このピースメーカーなんですが、日本でもよくね、ローカライズの件って問題になるでしょう。正直ね、この日本語字幕、ひどいですよ。いや、だからね、この日本で翻訳されているもので見るのは、結構辛いものがあるなと、プクタは思いましたね。いや、だってね、このピースメーカーの相棒に、ワシがいるんですね。CG のワシが出てくるんですけど、ジェームズガン好きでしょ、動物出すの。パートナーワシなんですよ。で、その名前ね、もともとはイーグリーって言うんですよ。なんだけど、日本の翻訳ではワッシーって言うんですよ。もうちょっと信じられないようなセンスでしょ。野球のチームでもよく使われるから、なんだったらね、日本人の方、ワシっていうより、イーグルの方がよく耳にするぐらいなんじゃないかなと思いますが、イーグリーでいいだろうと思うんですけどね、これワッシーって言うんですよ。大体ね、この感じです。もうとにかくですね、翻訳がダサいんですよ。エピソードの中でね、コッパセレっていうのを合言葉にするというシーンが出てくるんですけど、これね、全てがね、順調にいってるよと、そういう意味なんですね。完璧とか。これがね、日本語だと、バッチグーって訳されてるんですよ。わかります？このローカライズね、全編この感じの温度感なんですね。そもそもね、展開する内容というのが、本当にバカバカしいコメディなんですね。で、これに輪をかけて、日本のローカライズがね、ふざけすぎていて、これで見なきゃいけない日本の方はね、ちょっと正直気の毒だなと思ってしまいましたね。だから日本語の字幕とか、あと吹き替えもあるんですかね、ちょっとわかりませんが、これで見なきゃいけない人はもしかしたらね、ゾワゾワするかもしれませんが、内容自体はね、すごく評価が高いので、ご覧になってみてもいいかもしれません。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。